こんにちは、MJWS 編集室です。さて、皆さんは、神奈川県は鎌倉市、大船から藤沢市の湘南江ノ島までをつなぐ懸垂式のモノレール、湘南モノレールをご存知でしょうか？サフェージ式と呼ばれるこのモノレールは、日本国内における懸垂式モノレールのレジェンド的存在です。実はこの湘南モノレールが出発する大船駅から、その昔、あるエグ式モノレールと呼ばれる、小座型モノレールのレジェンドと位置づけられるモノレール路線が存在したのをご存知でしょうか？今回の動画は、今は廃線となり、その遺構すらほとんど残っていない、大船ドリームランドモノレールという廃線を紹介いたします。路線は、モノレール大船駅からモノレールドリームランド駅までの 5.3km をおよそ8分でつないでいて、路線上の最大勾配はモノレールの世界でも比較的ハードな最大100パーミルとなっています。この大船ドリームランドモノレールドリーム交通株式会社が運行するドリームランド線と呼ぶのが正式名称で、一般には横浜ドリームランドモノレールという名称で親しまれていました。JR 線の大船駅より見て、ちょうど湘南モノレールとは対照的に、北側に始発駅が設けられています。ここに2面1線の高架駅が過去存在し、ここからドリームランドまでをつないでいました。廃線跡は後ほど散策しますが、まずはルートの概要を紹介します。モノレール大船駅を出たモノレールルートは、直後の柏川を渡り、高台と長尾台の里面部分を通り、玉縄の住宅地脇に到達します。再度山間部に入ったモノレールルートは、これを抜けて312号線を越境、一瞬、平地に入り、高架線となりますが、さらに再度、山間部に突入していきます。小雀浄水場脇を通過後、同廃線では有名所となる小雀信号所を通過、東海道線を越境後、住宅地に突入します。自然保護公園、糸力の森沿いを迂回しつつ、川沿いを通過、403号線手前で進路を左に取り、ドリームハイツ交差点付近より、ランド坂を上り、ドリームランド駅に到達します。なお、現在、ドリームランド駅の跡地は、駐車場及びバスターミナルの一部へと変貌を遂げています。こちらのベンチの様子も後ほど紹介いたします。以上が、横浜ドリームランドモノレールの路線の全体感です。路線の長さは、モノレール路線としてはノーマルレベルの 5.3km となっていて、湘南モノレールのこんなにも近くに、実践的なモノレール路線があったとは驚きですね。今回この動画を見て、現地の廃線跡の散策の参考とされる方もいらっしゃると思いますので、実際に歩いたルートを黄色で示します。なおこの廃線跡、証拠となる遺構がほとんど残っていない上に、ルートは山間部と平地とを登ったり下ったりの繰り返しとなります。散策の際は余裕を持ったスケジュールで行かれることをお勧めします。専門的な話になりますが、当時のモノレールは都市モノレール法制定以前のいわゆる鉄道法で敷設された路線ということもあり、人道のない箇所も縦横無尽にルートとしていたりします。編集室の取材時は、撮影機材を携帯しての移動ということもありましたが、およそ6時間程度の時間を要しました。また廃線ルートについては、MJWS のサイト上にアップするほか、他のサイトさんでも紹介されていたりしますので、こちらを参考にしていただければと思います。それでは早速、廃線跡を散策していきましょう。
旅の出発点は JR 線の大船駅。モノレール駅の跡地があるのは北側ですが、出口の関係上、南側から出ます。駅の出口には、柏川が位置していて、モノレールの駅跡地を近傍で見る場合は、川の東沿いを、ルートを進んでいく場合は、川の西沿いを進むこととなります。編集室では両側を散策しましたので、画像はこのミックスになっています。まずは遠目から見るため、川の東沿いを進んでみます。こちらが横浜ドリームランドモノレールの大船駅跡地。現在跡地はマンションになっています。大船駅の北側には自動車学校が位置していますが、この自動車学校はモノレール営業当時から存在したものになります。ここからモノレールルートは川を渡り、画像中央に位置する山の里面あたりを進んでいきました。営業当時はこののり面に大きくモノレールと書かれていましたが、現在はきれいに消されてしまいました。川の東沿いから住宅地を抜けて、こののり面部分のルートを見に行きましょう。動画の撮影目標はこの位置です。今現在軌道も完全に撤去され、下から見る感じ、モノレールがここにあったとは想像もできない状況となっています。モノレールの位置を示すため、画面上には軌道位置を示すマークを付けさせていただきました。モノレール軌道はこの地点より山間部に入り、多摩川の住宅地へ抜けていくこととなります。我々も一旦大船駅まで戻り、多摩川の住宅地沿いに残るモノレールルートを目指します。動画の撮影目標はこの位置です。モノレールは営業当時、多摩川の住宅街の北側末端部を通過していました。現在もかつての部分が更地となっている場所、すでに住宅が建設されている箇所、様々となっていて、事前情報なしに廃線跡を追っていくのは、非常に難しい状況になっています。多摩川住宅地の北側末端部へ移動してみましょう。こちらも廃線跡の判断がとても難しい状況となっていました。我々は山を降りて、次なる撮影スポットに移動します。次の撮影箇所は、312号線の越境区間となります。この区間では、一瞬平地に入りますが、すぐに次の山間部に突入していく区間となります。この区間では、東廃線では珍しく、横浜ドリームランドモノレールに関する数少ない遺構が残っています。それがこちら。支柱の配置跡となるのですが、ドリーム交通株式会社の敷地を示す境界の表示が未だ残されています。この遺構を後にし、次なる廃線撤去の工事現場跡地へ移動します。モノレールルートはこの後、坂を登り、小規模な山間部へ再度突入します。今回は敷地の方に許可をもらい、該当区間周辺を撮影させていただきました。かつて、この畑の真ん中を、モノレールルートが通過しており、画像の左手で山間部に突入していたわけですが、廃線跡軌道を撤去する際に行った工事用のフェンス、そしてモノレール用ののり面が若干ながら未だ残されています。横浜ドリームランドモノレールでは、ある種、唯一残されている路線としての廃線跡と言っても過言ではないかもしれません。そして、今回、撮影してきたのが、この畑の奥手に位置するこの場所。かつてモノレール軌道が吸い込まれていた山間部の突入部です。
撤去工事の際に活躍したフェンスが未だに残されています。草が生い茂り、フェンス内の元々の構造がどのようなものであったのか伺い知ることはできませんが、横浜ドリームランドモノレール営業時に使用されていたと推定されるの裏面、つまり側面等のコンクリート部分が未だに現存することが確認できるほか、ドリーム交通株式会社の敷地であることを示す表示も一部ながら現存していました。一見何の変哲もない山間部に唯一残る完璧な証拠といって差し支えありません。また、山間部には全体的にモノレール軌道跡を包むフェンスが続いており、かつてここにモノレール軌道があったということを静かに語りかけてくれています。それでは山の反対側へ回ってみましょう。この辺りは道路の勾配がきつく、散策時の負荷がそれなりにありますので、現地へ向かわれる際は体調管理に留意願います。こちらが山の反対側の様子。擁壁が配置されていて、モノレールのルートがそれなりに推定しやすくなっています。モノレールルートは画像中の U の字を横断、住宅の頭上を通過し、現在少年野球の練習場として活用されている箇所に至ります。ここを抜け、小雀浄水場付近まで撮影しながら移動します。ちょうど画像の中央付近をモノレール軌道が通過していました。縦長の敷地にその面影を感じさせてくれます。わかりにくいですが、画像には小雀公園入り口というバス停が見えてきます。この付近は自動車でも向かいやすい箇所であるため、比較的多く横浜ドリームランドモノレールの当時の写真が残されている箇所です。ネット検索で見ることができますので、興味のある方は参考にしていただければと思います。さて画像には交差点が見えてきました。画像中、軽トラが止まっている位置に、かつては横浜ドリームランドモノレールの支柱が存在していました。現在は整地されていて、その名残は残っていません。この先、ドリームランドモノレールのルートは、左手に位置する小雀浄水場の敷地脇をルートに取ります。ルート脇にはテニスコートが整備されていて、撮影時も多くの方が訪れていました。画像に見える緑色のフェンスは、モノレール営業時からここに存在していたもので、モノレールの支柱はこのフェンスの内側に並んでいました。この敷地沿いをしばらく歩いていくと公園に差し当たるのですが、この公園の末端部にしれっとモノレールが存在していた証拠が未だ残ったままになっています。こちらのフェンスがモノレールルートの下に配置されていたフェンス。モノレールルートは公園内の脇を通り、次の主要施設となる小雀信号所へ向かいました。画像の複合交差点を左奥手に進むと、横浜ドリームランドモノレールとしては比較的有名な小雀信号所跡地に至ります。信号所跡地への経路と信号所の位置は Google Earth を参考にしていただきたいと思います。Google Earth 上、うぐいす色で示す部分が、かつて小雀信号所が存在した位置となります。空中部分に位置していた小雀信号所ですが、一面2線の高架構造の信号所で、将来は中間駅として機能させることも考えられていたそうです。分岐器2基を有するためか、その敷地面積は意外と広範囲にわたります。
画像は小雀信号所の西側末端部付近の様子。辺りは一面畑となっています。小雀信号所を出たモノレールルートは信号所が位置する高台から一気に駆け下り、402号線との越境部分を目指して再び駆け上がるというアップダウンを繰り返します。画像に映る構造物は横浜ドリームランドモノレールの過去の写真ではよく登場する給水塔。その脇にはモノレール廃線後にルート上に建設された老人ホームが位置しています。モノレールルートはこの老人ホーム建物のちょうど真ん中を通る形で配置されていました。東海道線まで移動します。東海道線を越境したモノレールルートは現在の紀子女の建物位置を横断し、以降に広がる住宅地に入ります。住宅地内の撮影も行いましたが、個人情報が多く動画としては公開しないこととしました。次の撮影ポイントとして Google Earth 上に示す原宿付近へ移動します。こちらが原宿付近のモノレールルートの様子。敷地が縦長く、以前モノレールのルートがあったことが推察しやすいです。正面の林に突っ込んでいく形で路線が敷かれていました。この後ルートはブラフテック戸塚事業所の裏手を進む形で糸力の森の南側をかすめていきます。この先もルート上を歩いていくことができないため、大きく迂回し散策を続けます。画像奥手に位置する糸力の森から画像の方向に軌道が設置されていました。この先、共同住宅の駐車場に移動します。この位置からは分かりにくいですが、なかなかの規模の団地が配置されています。駐車場内を横断する形で、モノレールのルートが敷かれていました。おそらく、アスファルトも張り替えられているようで、明確な痕跡と断定できるものは見つかりませんでした。もしご存知の方がいらっしゃいましたら、コメントでご教示いただけると幸いです。さて、この後ルートは川沿いののり面に建てられた住宅街の山裾を進んでいきます。住宅街の合間にある階段から撮影しましたが、こんなところをモノレールルートとしていたなんて、今のモノレール法が馴染んでいる我々としてはびっくりです。モノレールは画像の位置で進路を左に取り、ドリームハイツ交差点、そしてその先の丘の上に位置するドリームランドを目指し、最後の区間を登っていくこととなります。ドリームランド営業時には、交差点入り口付近に大きくドリームランドのアーチ看板が掲げられ、そのそばにはモノレールが走っていたりと、本当に華やかな雰囲気だったことでしょう。横浜ドリームランドモノレールの支柱は、建設の段階から複線化を見越した複線機動用の支柱で作られていたりと、その姿すらなくなっている未来を、建設に関わった関係者自身は、きっと夢にも思っていなかったのではないでしょうか。なんだか切なくなります。さて、ランド坂を登ると、いよいよドリームランド駅の跡地が見えてきます。ドリームランド駅の手前、つまり道路側には、横浜銀行戸塚南支店の入居するドリームビルが建っています。過去には、ドリームランドモノレールを運営していたドリーム開発が入居していました。モノレールドリームランド駅は、このドリームビルの真裏に位置していました。建屋の作りが、当時の歴史を感じさせるものとなっていますね。モノレールの軌道は、この建物の裏側から画像の左奥へと続いていく格好で敷設されていました。駅
駅の西側、つまり軌道末端部側には研修庫も配置されていましたが、現在はバスターミナルとコンビニの一部へとその姿を変えています。画像をまっすぐ進むと、モノレール営業時は抜けられなかった駅舎の反対側に行くことができます。駅舎の反対側はご覧のように道路というか歩道が整備されています。ドリームビル側に戻り、モノレールドリームランド駅の乗車ホームがあった場所に行ってみましょう。以降の画像の位置は画面上部に過去の航空写真で示しますので、こちらを参照ください。こちらがモノレールのドリームランド駅があった場所。駅舎及び関連構造物は今現在完全に撤去され、整地がなされています。先ほど申し上げた駅の先に設置されていた研修庫部分もご覧のようにバスターミナルへと変貌。軌道の最末端部に位置していた場所も現在はコンビニの敷地及びコンビニとして生まれ変わっており、当時の様子を伺い知ることはほぼできなくなっています。ドリーム交通モノレール線は1966年、元号で言うと昭和41年の5月2日に開業。国鉄大船駅から横浜ドリームランドまでの足として同区間 5.3km が開業しました。しかしながら設計変更による車体重量の超過が原因と言われる軌道の亀裂発生、諸々の安全に関する問題発覚が禁止。1967年、昭和42年9月に休止となってしまいました。この時点では休止という扱いとなっていました。その後、同線は1990年代に上電動磁気浮上式リニアモーターカーである HSST や小型モノレール等による運行の再開が計画されましたが、当時、親会社となっていたダイエーの経営が傾いたことで消滅してしまいました。2003年9月、同モノレールは正式に廃止となり、2004年頃までには大半の構造物が撤去されました。横浜ドリームランドモノレールは、モノレール開発の黎明期、国内で建設が企画された4つのモノレールシステムのうち、東芝によって企画設計されたもう一つの可能性でした。その採用システムの多さから、日本はモノレール大国と揶揄されることが多いです。ロッキード式、サフェージ式、日立製作所と、今回ご紹介した横浜ドリームランドモノレールで採用された東芝式と、その大国と呼ばれる礎を築いたモノレールシステムのうちの一つでした。奈良ドリームランドにも園内に東芝式が採用されていましたが、この横浜ドリームランドモノレールと同様にすでに廃線となり、その痕跡も残っていません。実は東芝式モノレールの開発時期は現在のモノレールシステムの主流となりつつある日立製作所のモノレールよりも早い時期に始まっていて、この横浜ドリームランドモノレールの命運が東芝式モノレールの命運を分けたと言っても過言ではないでしょう。長くなってしまいましたが、今回はモノレールの廃線である横浜ドリームランドモノレールを紹介いたしました。また次回の機会にお会いできますことを楽しみにしております。それではさようなら。